上司特権で証拠隠滅図った課長をバックアップで完全論破。管理者権限で証拠は全て消した。バックアップ知らないの？これは俺が情報システム部で経験した信じられない話だ。俺は30歳、中堅製造業の情報システム部で働いている。担当はバックアップシステムの管理と社内ネットワークの保守だ。従業員500人規模の会社で上質部門は5人だけ。上質5人は少なすぎだろ。あるあるだな。中小だとそんなもん。うちの課長は45歳の田島課長。俺は上質のトップだ。全システムの管理者権限を持っている。システムは全て俺の手の中だ。この課長、権力を振りかざすタイプで部下には横暴だった。パワハラも日常茶飯事で部下は皆怯えていた。残業当たり前だろ。上質は24時間体制だ。そう、すみません課長。給料もらってんだろ。文句言うな。後輩は萎縮しきっていた。典型的なブラック上司じゃねえか。その日、俺は経費生産システムのバックアップを取っていた。ふと気づいた。データベースのトランザクションログに不審な動きが。深夜に大量の経費申請が承認されている。こんな時間におかしい。しかも承認者は全部田島課長のアカウントだ。おや、これは。詳しく調べてみると払い先が見たことのない業者名ばかり。金額も数十万から数百万まで様々だ。これもしかして、いやまさか。でもこの不自然な動きは念のため全部記録しておこう。金額も1件あたり50万円から100万円と高額だ。これはもしかして不正なんじゃないか。うわ、やばいの見つけちゃったな。過去3年分のログを遡って調べてみた。総額で5000万円以上も不審な支払いがあった。これは報告しないとまずい。でも相手は自分の上司だ。いや、でも不正は不正だ。ちゃんと確認しないと。一致。よく気づいたな。でも相手は上司。どうするんだ。正面から話すしかない。もしかしたら何か理由があるかもしれない。課長、ちょっとよろしいでしょうか。なんだ、忙しいんだが。経費生産システムのログを確認していたんですが、課長のアカウントで深夜に大量の承認処理が。しかも見慣れない業者への支払いで何？総額で5000万円以上になっていまして、これは何かの間違いかと。お前、勝手に俺のアカウント調べたのか。いや、バックアップ作業中に偶然見つけただけで。バックアップ作業にアクセスログの解析は含まれていないはずだがな。お前、不正アクセスしたんじゃないのか。はあ、何を言ってるんですか。おいおい、話をすり替えるな。これは逆ギレじゃねえか。実はな、最近システムに不正アクセスがあって調査してたんだ。どうやら犯人はお前のようだな。ふざけるな。俺は正規の権限でアクセスしてるだけだ。お前のアクセスログを確認させてもらう。今すぐだ。俺のアクセスログ好きにすればいいですけど。はあ、今日は自宅待機だ。明日、人事部と話をする。自宅待機？なんで俺が。不正アクセスの疑いがあるものを職場に置いておくわけにはいかないだろう。そんな、俺は何もしてない。自宅待機を命じられ家に帰された俺、一体どうなってるんだ。俺は課長の不正を報告しただけなのに。メールが来た。人事部からだ。不正アクセスの疑いにより懲戒解雇を検討だと。さらに会社に与えた損害として3000万円の賠償請求を検討。冗談じゃない。俺は何もしてないのに。待てよ、課長が見せた動揺、あれは図星だったからだ。そして俺に濡れ衣を着せて口封じをしようとしている。課長は管理者権限を持っている。証拠を消すつもりだ。ふう、あいつめ、余計なことを。だが、管理者権限を持つ俺にかかればログなど簡単に消せる。まずは経費生産システムのログを全削除だ。カタカタカタ、ターン。よし、3年分のトランザクションログを削除完了。次はデータベースのバックアップログも消しておくか。カタカタカタ、タ
タン。完璧だ。この5年間順調に積み上げてきた5000万円。これだけあれば早期退職して悠々自適の生活が送れる。これで証拠は全て消えた。あとはあいつに全部罪を押し付ければいい。最低だなこいつ。証拠隠滅とか悪質すぎる。翌日、俺は呼び出されて会社に行った。社内の雰囲気が明らかに違った。ああ、おはよう。おはよう。なんか様子がおかしいな。同僚たちが俺を避けてる。明らかに距離を置かれてる。もう噂が広まってるのか。君、ちょっと会議室に来てくれるか。はい、わかりました。田島課長から詳しく聞いた。君が職務権限を超えてシステムに不正アクセスしていたそうだな。そんなことしてません。逆です。課長が経費精算で5000万円も不正をしてるんです。それについても課長から説明を受けた。君が勝手に作成した偽のログだそうだな。はあ、偽のログ？そんなの作れるわけないじゃないですか。課長は君に不信感を持っていて、君の行動を監視していたそうだ。そして昨夜、君のアカウントから大量のログ改ざんが検出されたと。俺のアカウント？昨夜は家にいました。リモートアクセスという手段もあるだろう。そんな、これは完全に陥れられてます。課長がアカウントを偽装したんだろ。管理者権限あればできるよな。いずれにせよ、今は証拠の精査が必要だ。しばらく自宅待機を続けてもらう。そんな、俺の話を信じてくれないんですか？それから数日、俺は自宅待機のまま、同僚からの連絡も途絶えた。 SNS を見ると、社内では俺が犯人だという話で持ちきりらしい。また人事部からメールだ。証拠調査の結果、懲戒解雇を決定。損害賠償3000万円を請求します。決定ってもう決まったのか？証拠調査によりあなたのアカウントからの不正アクセスと改ざんが確認された。田島課長の疑惑については証拠不十分により不問。あなた大丈夫？ごめん、俺クビになりそうだ。しかも3000万円の賠償請求まで。3000万円？そんな、家を手放さないと。本当にごめん。でも俺は何もしてないんだ。信じてる。でもどうすれば？弁護士に相談しようにも証拠がないんだ。証拠全部消されちゃったのよね。ああ、課長の管理者権限には勝てなかった。辛すぎる。奥さんまで巻き込まれて。もうダメなのか？証拠は全部消された。課長は管理者権限で全てのログを消去した。俺には何も残ってない。いや、何か手はあるはず。イッチ、諦めるな。でも、もう手がかりは何も。はあ、もう本当にどうしようもないのか。証拠が全部消されて、俺が犯人にされて、管理者権限を持つ課長には勝てないのか。いや待て、一致の担当は？そういえばバックアップ管理だって言ってたよな。まさか。待てよ、俺の担当はバックアップシステムの管理だ。バックアップ、そうだ、バックアップがあるじゃないか。うちの会社、バックアップは3拠点で冗長化してる。課長が消したのは本社サーバーのログだけだ。大阪の支社サーバーにはまだ消去前のデータが残ってるはずだ。おお、これは熱い展開。しかも俺はバックアップ管理者だ。当然アクセス権限がある。自宅からでも VPN 経由でアクセスできる。よし、今すぐアクセスしてみる。カタカタカタ。ターン。 VPN 接続成功。大阪バックアップサーバーにログイン中。よし、アクセス成功だ。経費精算システムのバックアップデータを確認する。あった。課長が削除する前のトランザクションログだ。全データをローカルにダウンロードしておく。さらに複数の USB メモリとクラウドにもバックアップだ。これで課長が気づいてももう遅い。よし、全データのダウンロードと分析が完了した。課長の不正の全貌が見えてきた。まず3年間で合計5200万円の架空発注。支払い先はテックサポート株式会社 IT ソリューションズなど10社。でもこれらの会社を国税庁
庁の法人番号検索で調べると全て存在しない架空の会社だった。完全に詐欺じゃん。さらにバックアップには経費申請時のメールデータも残っていた。課長が自分で架空の業者名義でメールを送り自分で承認してる。しかも間抜けなことにメールのヘッダー情報を見ると全部課長の自宅 IP アドレスから送信されてる。次に課長がログを削除した証拠を探す。うちのシステムには削除操作自体もログに記録される仕組みがある。監査ログサーバーは別系統で管理されていて課長も監査ログサーバーの存在に気づいてなかったようだ。あった。課長のアカウントで大量のログ削除操作の記録。削除日時は例の夜午後11時47分。しかも社内ネットワークからのアクセスだ。この時間に会社にいたのは課長だけだったはずだ。完璧すぎる証拠。さらに俺のアカウントでのログ改ざん痕跡も調べた。課長が「お前のアカウントで改ざんがあった」と言っていたそうさ。俺も監査ログを見ると課長が管理者権限で俺になりすまして操作している。証拠隠滅の証拠まで残ってるとは完璧だ。これはもう罪だな。一晩かけて全ての証拠を整理した。これで課長の不正は完全に証明できる。まずは弁護士に相談だ。なるほど、拝見しました。これは極めて強力な証拠です。バックアップデータ、監査ログ、メールヘッダー、IP アドレス、すべて改ざん不可能なデジタル証拠です。これで会社に訴えを起こせますか？まずは会社の社長と監査部門に直接報告することをお勧めします。この証拠があれば会社側も適切に対応せざるを得ないでしょう。わかりました。今すぐ行動します。私も同席しましょう。法的な観点からサポートします。ありがとうございます。心強いです。相手が証拠隠滅まで図っているので刑事告発も視野に入れています。俺と妻の人生を台無しに仕掛けた。許せません。俺は弁護士と一緒に社長に直接アポを取った。さらに監査部長にも連絡し緊急会議を要請した。田島課長の横領と証拠隠滅について決定的な証拠を入手しました。そう伝えると社長は即座に会議の招集を決めた。いよいよ決戦だ。課長の顔が見たい。会議室には社長、監査部長、総務部長、そして田島課長が集められた。お前、なんでここに？課長、お久しぶりです。それでは始めよう。田中君、説明を。はい、本日は田島課長の横領と証拠隠滅について報告します。社長、こいつは不正アクセスで懲戒解雇が決まった人間です。その件も含めて全て説明します。まずこちらをご覧ください。大阪バックアップサーバーから出現したデータです。過去3年間で計5200万円の架空発注が行われています。払い先は全て実在しない架空の会社です。5200万円だと？承認者は全て田島課長のアカウントです。待て、それは偽造されたデータだ。偽造？バックアップサーバーのデータをどうやって偽造するんですか？しかもタイムスタンプ付きの自動バックアップですよ。完璧な論破。さらにバックアップには定期申請時のメールも残っていました。メールヘッダーを見ると全て課長の自宅 IP アドレスから送信されています。それは誰かが俺の IP を偽装して。では次に証拠隠滅についてです。課長は数日前の深夜本社サーバーから大量のログを削除しました。しかし監査ログサーバーには削除操作の記録が残っています。監査ログサーバー。知らなかったのかよ。3日前の午後11時47分課長のアカウントで3年分のログを削除。アクセス元は社内ネットワーク。この時間に会社にいたのは課長だけです。これは決定的だ。田島君、まさか君がそんなことを。社長、これは誤解です。さらに課長は私のアカウントでログ改ざんを行い私に濡れ衣を着せようとしました。監査ログを見れば課長が管理者権限で私に
待ってくれ。俺は田島君、これは事実なのか？いや、これは誤解だ。誤解では済まされませんが、これらは全て改善不可能なデジタル証拠です。業務上の良罪、証拠隠滅罪、原告訴罪が成立します。すみませんでした。田島君、即刻懲戒解雇とし、横領した金額5200万円は全額返済してもらう。さらに警察に刑事告訴する。弁護士、手続きを頼む。承知しました。もう終わりだ。田中君、本当に申し訳なかった。君の濡れ衣は完全に晴れた。そして会社の危機を救ってくれた。ありがとうございます。君を情報システム部の課長に任命する。おめでとうございます。ありがとうございます。さらに特別ボーナスとして300万円を支給する。君には新しいバックアップシステムの構築も任せたい。今回の件でバックアップとセキュリティの重要性を痛感した。監査体制も強化します。二度とこのような不正を許しません。皆さん、ありがとうございます。期待に応えられるよう全力を尽くします。はい。精一杯頑張ります。田島元課長はその後、警察に逮捕された。横領額5200万円の返済命令とともに、懲役3年の実刑判決を受けた。妻とも離婚し、IT 業界から完全に追放された。最後まで反省の色はなく、運が悪かっただけと言っていたらしい。バックアップの存在を知らなかったのが彼の最大の運の悪さだったな。ざまあ、当然の報いだな。俺は上質課長として新しいバックアップシステムの構築を進めている。今回の教訓を生かしてより強固なセキュリティ体制を構築中だ。管理者権限の悪用を防ぐため複数人承認制も導入した。全ての重要な捜査には2人以上の承認が必要になる。二度とこんな不正を許さない体制を作り上げる。これが本当の上質の仕事だよな。リッチは良い課長になりそう。課長、お疲れ様です。おう、お疲れ。明日の定例会議の準備できてるか？はい、バッチリです。よし、よろしく頼む。おかえりなさい、課長さん。ただいま。今日もいい一日だったよ。あなた本当によく頑張ったわね。バックアップの重要性を改めて実感したよ。まさか自分の担当業務が自分を救うとはな。あの時は本当に怖かった。でももう大丈夫ね。心配かけて本当にごめん。もう大丈夫だ。ボーナスもいただいたし、これで子供の教育資金も安心ね。そうだな。家族のためにこれからも頑張るよ。バックアップ最強説。これからはちゃんとバックアップ取るわ。というわけで俺の話は以上だ。最後まで読んでくれてありがとう。みんなの応援が本当に心の支えになった。シオツ、こういう上司になりたい。面白かった。スカッとした。バックアップ大事。これぞ上質の本領発揮。今日からバックアップ取るわ。一課長の下で働きたい。最高にスカッとした。またよろしく。